皆様こんにちは。地理学出身のジオラマ制作担当のアトリエ森地です。今回は踏切の非常ボタンを押した時に運転手さんに非常事態を知らせる特殊信号発光器を自作しました。筒状のタイプのものを制作することに挑戦してみます。初めてのチャレンジなので試行錯誤の過程も含めて動画化しました。チャプター分けしていますので、最終的な制作過程だけ見たいっていう場合にはチャプターのおさらいと完成を順番にご覧ください。ちなみにおさらいは別画像を使用したりしていますし、全体的に短い動画なんで、もしよろしければでございますが、いつものように最後まで通しでご覧いただけましたら嬉しいです。また小物制作の動画をまとめた再生リストを作りましたので、よろしければそちらもご参照ください。まだまだ古い動画が多くって音声解説ではない動画が多いんですけど、少しずつ音声解説でリニューアルしていく予定です。それでは実際の特殊信号発光器を見ていきます。今回は JR 線に設置されているタイプのものの再現に挑戦していきます。踏切で非常ボタンを押した時に列車の運転手さんに異常を知らせる踏切のそばで見かけるあれです。発光器は筒状になっていまして、てっぺんに赤い屋根っていうかキャップみたいなのがついてました。これってもしかしたら可動性のお召し列車に付属しているパーツでまんま再現できるかもなんて一人でホフホフしてたらなんかこういうひらめきってすっげえ嬉しくないですか？発光器は、柱に設置されてまして、この柱はこの発光器のためだけに設置されてるみたいです。また発光器は灯火の部分の下側に棒状にグーって伸びてる部分がありまして、これですね。この発光器の下の長く伸びる棒の部分ですね。ここには踏切と記載された標識看板が設置されていました。また柱には小さな機械箱も設置されていました。反対側はこのようになっていて、機械箱はこちら側が正面になっていました。この機械箱、コバル製品の住宅周りの小物に入っている箱型のパーツがちっちゃいパーツあるんですけど、それそのまんま使えんじゃねえなんて思ってました。またこの発光器の高さ、これを電車との比較で感覚をつかんでおきます。今ご紹介した発光器は踏切の脇に設置されてたんですけど、その裏側もう少し奥側にももう1台発光器が設置されてて、こちらの発光器はちょっと位置が高い場所に設置されてました。より遠方から認知ができるようにっていうことなんでしょうか。発光器の正面はこのようになっています。こちらの発光器は先ほどのものと違って発光器の下側の棒状のものっていうのが短くなってて、柱に設置されているような感じでした。先ほどと同様に標識看板があって、これ中継信号なんですね。そしてこちらも機械箱が設置されています。機械箱からはケーブルが地中に伸びていました。細かいところ見たいので裏側に回りました。点検用の足場があって、その足場は柵で囲まれていますって、これ無理っしょ。今の私の技術力ではここの再現難しいんで、それらしく見えるようにアレンジします。そして足場に登るためのはしごが設置されていて、このはしごはグリーンマックス製の信号機が余ってたはずなんで、このはしごを使って再現できるかもなんて思っていました。今回は取材したこの2つのタイプの発光器を模型化していきます。こちらの背の高いこのタイプのものと、もう一つの背の低いこのタイプのものを自作してみます。それでは制作を始めます。可動性のお召し列車に付属しているこのパーツを用意しました。先ほどお話ししましたまんまいけるかもって言っていたのはこのパーツになります。このパーツの片側を赤く塗って発光器が再現できるんじゃないかななんて考えたんです。グリーンマックス製の踏切キットに五角形の特殊信号発光器が付属していますので、このパーツを取り出して発光器を取り除いて柱だけにしたものを用意しました。これを背の低い方の発光器に使います。背の高い発光器の柱にはたまたま塗装してあった 1mm 丸棒がありましたので、それをカットしました。まずはお召し列車用のパーツの端の部分を赤で筆塗りしました。とりあえず予備を入れて3個塗装しています。次にカッターで塗装したパーツを切り出していきます。切り出したパーツに瞬間接着剤をつけて柱材に接着をします。ちょっと細かい作業なんで集中して作業しました。
2個とも同じ作業をします。発光器を接着したら、背の高い方の発光器は柱をベースに接着します。背の低い方の発光器は発光器ができてからベースに接着します。ベースはグリーンマックス製の信号機に付属していたものを利用しました。土台の部分はあらかじめ塗装してあります。次に 0.3mm のピアノ線をあてがってケーブルを再現するために、長さをこのように現物で合わせながらニッパーでカットしました。カットしたピアノ線にゴム系の接着剤をつけて柱に接着します。はみ出た接着剤は取り持ちで取り除いています。次に塗装したはしごを接着します。はしごにゴム系の接着剤をつけて発光器に接着しました。背の低い方の発光器には機械箱になる 1mm 角棒を接着しました。背の高い方の発光器ははしごとか賑やかになりますので、この機械箱とか標識看板は省略しても目立たないんじゃないかなとか思って思い切って省略しました。先ほどの発光器と工程は同じで、次に配線を再現するためにピアノ線を現物合わせてカットしていきます。なお本来こちら側の発光器は発光器の下側に長い棒が伸びてるんですけど、思い切って省略しました。それはそうとですね、ちょっとなんか発光器ちっちゃいなーなんて思い始めちゃいまして、いや最初はですねこれでいいんじゃねとか思って作業を進めてたんですけど、柱に接着してみて現物の画像とかと比べてみてもバランスがあれですし、なんか長さが足りない、もう少し長さ欲しいなーなんて思い始めちゃいまして、それだったらこの部品2つに切り継いだらいいんじゃないなんて思って早速部品を切り出して2つを1個に合わせる作業をしてみます。まずは部品をカットして瞬間接着剤で接着しました。乾燥したらはみ出た接着剤をヤスリがけして赤い部材を筆塗りします。筆塗りしながら2つを接着した接合部の微妙なズレとか、細かい部品なんでヤスリ切れてないとことか目に入ってきちゃって、うわマジこれ無理とか思って、脳のラスの機能ってすごいっすね。一回気になっちゃったらもう無視することできなくなっちゃって、見なかったことにするとか全然もう気になっちゃってしょうがなくって、もう作業の途中だったんですけど、この作り直した部品はジャンクボックス行きと決まりました。というわけで、発光器を作り直しますメインの発光部分はプラストラクト製の 0.8mm の丸棒を、赤い屋根って言いますか、傘の部分は 1mm の丸棒を使うことにしました。先ほどの部品を2個接着して作ったボツになった発光器を参考にしながら 0.8mm の丸棒をカットします。次に 0.3mm のプライタを細く切り出します。切り出した細長い部材をさらに細かくカットします。この部品なんですけど、発光器と柱を接続する金具を再現するのに使うので、目視でだいたい 1mm あるかないかくらい、それぐらいをイメージしてカットしました。発光器は2個作るので、この部材は2個切り出します。次にこのカットした部材を発光器を再現するためにカットしてあった 0.8mm の丸棒に接着します。今度は 1mm 丸棒をカットします。長さは目視で 0.5mm 程度を目安に適当にカットします。適当って言ってもこれは当たり前なんですけど、1mm はいかないぐらいの長さです。発光器の上側の先端の部分に接着剤をつけて、今カットした丸棒を接着します。接着をしたら位置や角度を調整してあげて、いい感じにまとまらない場合もあるんで、その場合は 1mm 丸棒をカットし直してやり直しています。なんでこんなこと言うかって、結構何回かやり直したんでっていうことです。乾燥したら発光器の上側に接着した 1mm 丸棒の部分を赤く塗装しました。できた発光器を元に戻すと言いますか、廃棄して取り除いた発光器の代わりに接着をやり直したら完成になります。こちら側の背の高いタイプの発光器は標識看板と機械箱の再現を思い切って省略しちゃったんですけど、だんだんなんかやっぱり気になってきちゃって、もしかしたらジオラマの完成までには追加工作で再現をするかもしれません。背の低い方の特殊信号発光器は標識看板を省略するとちょっと目立っちゃいますので、表示は印刷したシールを貼って再現してもパーツがちっちゃいんで、文字が潰れるだけじゃなくってシールの端っこの白い部分、厚みの白い部分も目立ちますので、かえって汚くなっちゃうので、プライターを接着しただけっていう方が綺麗になるので、黒く塗装したプライターを貼って終了としてあります。
黒く塗装したプライタで標識看板を再現したものを接着して、ちなみに奥に見えてる簡易ベンチなんですけど、これは先日公開しました小物動画の簡易ベンチになりますので、もしよろしければそちらの動画もご覧いただければ嬉しいです。宣伝終わります。そしてこちらの背の低い方の特殊信号発光器の裏側には機械箱を再現してて、発光器と機械箱の両方から支柱に伸びるケーブルを再現しました。やっぱりケーブル再現すると雰囲気出ますね。部品が締まるというか、いい感じになってくれたんじゃないかななんて思いました。以上で完成のご案内は終了になります。追伸です。動画編集してたらですね、やっぱり機械箱と標識看板はついてた方がかっこいいよねって思いまして、追加で工作してこのように完成させています。それではざっくりとおさらいです。今回は制作工程の関係で時系列がぐちゃぐちゃになってしまいますが、皆様に分かりやすいように時系列優先ではなくて工作手順の順番優先でご紹介してまいります。最初に用意する材料をご紹介します。プラストラクト製の 0.8mm の丸棒、1mm の丸棒、この2種類のプラ丸棒を用意します。グリーンマックス製の踏切キットを用意します。この中のこの部分の特殊信号発光器の柱の部分だけ使いますのでカットをします。そしてこの部分の台座も発光器の台座として使用するためにこのようにカットして塗装をしておきます。最後にグリーンマックス製の信号機を用意します。画像は4灯式なんですけど、基本的には3灯式でも同じ構成だったと記憶してます。はしごのパーツは黒く塗装して背の高い方の発光器の柱に設置されているはしごの再現に使用します。またこちらの台座ははしごの基礎の部分がしっかり穴が開いてますので、このまんま背の高い方の発光器の台座として使っていくことにします。なのでこれ実は3灯式だろうが4灯式だろうがどっちでもパーツが同じところを使うのであんまり問題ありません。では工作を始めます。グリーンマックス製の踏切に入っている特殊信号発光器の特殊信号発光器の部分、この部分をカットして柱だけにします。丸棒と一緒に柱材はグレーに塗装します。0.8mm の丸棒を目分量なんですけど、だいたい4mm 程度にカットします。製作する個数分の数量をあらかじめカットしておきました。次に 0.3mm 厚のプライターを細く切り出しました。発光器と柱を接続する部分の部材を作るために細く切り出したプライターを目視で 1mm いかない程度にカットします。これも製作する発光器の個数分の作業を行います。発光器を塗装した 1mm 丸棒で再現した柱に接着したら、用意しておいたベースに接着します。次に 0.3mm のピアノ線を特殊信号発光器にあてがって発光器から地面までの長さ分をカットしました。カットしたら下部を少し曲げてベースの台座に支障しないようにして接着します。機械箱を接着して同様にしてピアノ線を接着すれば完成です。ちなみにピアノ線は無塗装のままです。今回は特殊信号発光器の自作に挑戦してみましたが、いかがでしたでしょうか。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。また次回も皆様にお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。